皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。本日は前回の動画で、カッパーの粉末に AL2O3 の膜を、つけた動画を作成したんですけども、その流れで100サイクルと300サイクルと500サイクルの粉末に AL2O3 を膜をつけたサンプルを作成しました。で、その3サンプルと、あと未処理のサンプルを水につけて浸水性、疎水性がどうなっているかっていうところと、あと酸につけて、対酸性、についてどうなっているかっていうところを一緒に、見ていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。ではまず、精膜したサンプルについて、説明していきたいと思います。こちらが未処理のサンプル、こちらが100サイクル精膜したサンプル、こちらが、300サイクル精膜したサンプル、500サイクル精膜したサンプルになります。通常ですね、シリコンウェハーに AL2O3 の精膜する場合は、約100サイクルで約10ナノメーターの AL2O3 の精膜ができるとされています。なので、300サイクルだと30ナノメーター、500サイクルだと50ナノメーターの AL2O3 の膜ができていると予想されているんですけども、粉体だとどうしても底の方にある粉体にはなかなかガスが回り込んでいかないというふうに、考えると、若干ですね薄く、500サイクルで50ナノメーターよりかは、かなり薄く精膜されていると予想しています。それではまずは浸水性の評価をしていきたいと思います。なので、別の瓶に、ちょっと小分けしていきます。安全のためにマスクと保護メガネをしていきます。グローブもしっかりはめていきます。はい、こちらに、未処理100サイクル、300サイクル、500サイクルのサンプルを入れました。では、こちらに精製水ですね、水を蒸留させて吸い取った綺麗な、とても綺麗な水になります。じゃあこちらをそれぞれの粉末にかけていきたいと思います。はい、入れてみました。どうでしょうか。はい、精製水を各粉体に入れまして、浸水性の評価を行ってみました。で、未処理のやつは、水面に、ぷかぷかと粉体がかなりの量浮いているのが分かって、なかなか沈んでってくれないのがあるんですけども、100サイクル、300サイクル、500サイクルのサンプルに関しては、水面に、若干水面に浮かぶものはあるんですけども、未処理のものに比べては、すごく少なくなる。なので、浸水性については、解出されているよというところが分かってきたと思います。はい、浸水性の評価に続きまして、次は酸に対する耐性の評価をしていきたいと思います。会社にですね、67.5% の硝酸がありましたので、そちらを使って酸に対する耐性を評価していきたいと思います。ただ、67.5% の、濃硝酸をそのまま使ってしまいますと、すぐに全部溶けてしまうと思いますので、精製水で1対1で割ってあげて、ゆっくり、溶かしてあげて、どんな風になるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。それでは、また同じように小分けにしていきたいと思います。まず未処理のものを取り分けていきます。はい、それでは、67.5% の濃硝酸を精製水で1対1で割った硝酸をそれぞれにかけていきます。
さあ、ご注目です。さあ、行きます。シューはい、さあ、どうでしょうか。お、未処理の方がシュワシュワシュワと出ています。で、この赤茶色の煙がですね、二酸化窒素と言われるものです。で、ブルーになっているのがイオンが、水に溶けた色になります。この赤茶色の煙は二酸化窒素で猛毒なので吸わないように注意が必要です。おお、500サイクルのが盛り上がって沈みました。はい、反応がほぼ完了しましたので、ちょっと見ていきたいと思います。未処理の方が一番最初に反応して、シュワシュワシュワといって落ち着くと。だんだんとこう反応が遅れて、500サイクルの方が遅く反応が進んでいったのが分かったと思います。当初の狙いとしては、500サイクルの方が、500サイクル AL2O3 を精膜すると、全然反応しない画像を撮りたいなと思ってやってたんですけど、そうはちょっと甘くなかったという結果になりました。ちょっとまた時間がありましたら、もっと今度は1000サイクルだとか2000サイクルだとか精膜した時にどんな風になるのかっていうのを試してみたいと思います。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画では、カッパ銅の粉末に AL2O3 を、精膜したサンプルを3種類用意して未処理のものと比較して、浸水性の評価と対酸性の評価を行いました。当初の目論見としては、500サイクルも精膜すれば対酸性がものすごく強くなって全然溶けないものが作れるんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、なかなかそうは甘くなかったみたいです。ただこれはこれで、一つの、結果かなというふうに思いますので、これをまとめて動画としてアップしたいと思います。菅製作所の YouTube チャンネルでは、このように、皆さんの研究開発に役立つような、動画をまとめて公開していきたいと思いますので、今後も高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。